皆さんこんにちは。私今イギリスに住んでるわけなんですけど、今日はこれから私が今いるブライトンで開催される、文化交流イベントみたいな大学生がたくさん集まるイベントがあるので、それに参加します。なんでこんなイベントに急に参加することになったかっていうちょっと経緯について話すと、私今イギリスに来て5ヶ月目ぐらいに突入するところなんですけど、友達が未だに一人もいないんですね。でずーっとぼっちで過ごしていて、当然周りの人にもそんな話す相手もいないので、そのことも伝えずに一人でひっそりとぼっちをやっているんですけど、最近始めたバイトの同僚が私の YouTube を発掘しまして、でその YouTube を見てくれたみたいなんですけど、そこで私がぼっちだっていう話をねしていて、その動画を見て、シオン友達いないの？大丈夫？かわいそうにみたいな感じで連絡くれて、で日本人もいっぱい集まるイベント今度やるから来なよみたいな感じで誘ってくれたんですね。実はそのバイト先の同僚がイギリス人の男の子なんですけど、その子の通ってる大学にジャパンソサイエティっていう日本の文化をいろいろ体験しようみたいな、日本人および日本好きの外国人の子たち、現地のその大学の学生たちが集まって活動してる、サークルみたいなやつがあって、私の場先の同僚がそれの今運営長をやってるらしいんですね。で、本当はそのサークル、その大学の人たちだけのコミュニティみたいな感じらしいんですけど、その同僚が私のことをあまりにも多分不憫に思ってイベントに誘ってくれたので、今回人見知りなんですけど勇気を振り絞って乗り込んでみることにしました。で、今回のイベントは書道と折り紙を体験しようということで、ブースが2つに分かれていて、みんな好きな方に座ってやってるっていう感じです。それで初参加で初っ端からカメラ回すのはさすがに非常識すぎるんで、最初の方のところは撮ってないんですけど、私は人見知りなので、もう全員すでに仲いいんですよ、このコミュニティの人たちで。やばい、入っていけないみたいな感じで結構隅っこの方でずっと突っ立ってたんですけど、そしたらある一人のね優しい日本人の女の子が声かけてくれて、一緒に折り紙やろうみたいな感じで言ってくれたんで、折り紙のところに座ってます。Do you write Hangul? I've been learning like Korean for 3 years. 3 years? Just by myself though, so Wow. not back. それで今喋ってた子が白人で、多分ヨーロッパの方出身かなと思うんですけど、その子と右手が日本人の女の子で、この3人で結構喋ってました。幸いにも2人ともテンション感が近かったっていうか、すごい話しやすい雰囲気の子で良かったです。ここのコミュニティに行って思ったのは、やっぱり日本好きっていうか、日本に興味持ってくれてる外国人の子たちってやっぱ雰囲気とかキャラ、テンション感結構日本人に近いっていうか、どちらかというとちょっとシャイでおとなしめな感じの子が多いなっていう印象でしたね。まだ思い出せない。運営してる日本人の子たちの方が割とどちらかといったらコミュ力高い方っていうか、日本人の中では結構自分から話しかけに行くようなタイプの子たちが多いのかなっていう印象でした。で私がなんでこんなイギリス来て5ヶ月もの間友達が一人もできてないのかっていうことについて、興味ないかもしれないんですけど、多少は参考になるかもしれないんで話そうと思うんですけど、要因は大きく分けて3つあると思っていて、1つ目の要因は語学学校に通わなかったことですね。私イギリスに来る前カナダでワーホリしていて、その前はフィリピンに語学留学してたりとかして、カナダの時代も語学学校に通ったりしていたので、語学学校はもうこれ以上はいいかなみたいな感じだったんですよね。お金もかかりますしね。で、語学学校は行かないっていう選択肢を取ったんですよ。ただやっぱそうすると出会いがないですよね。語学学校ってやっぱりクラスになっていて、で毎日通うところなので、
まあ普通に学校みたいな感じだから、いくらコミュ障の私でも友達はできるんですね、1人や2人っていうような環境になるんですけど、語学学校に行かないってなると、そういう強制的に毎日会う人間っていうのがいなくなっちゃうので、まあ本当に人との出会いがないんですよねっていうのがまず一つで、2つ目は最初のステイ先をホームステイにしたっていうところですね。これは誤解のないように言っておくと、すごいいい経験にはなったんで全然後悔はしてないんですけど、めちゃくちゃ素敵なファミリーのところにね滞在させてもらって、いい経験はできたなと思うけど、ファミリーの中に私一人だけ入り込むっていう感じだったので、やっぱファミリー以外の接点が全然ないみたいな状況だったんですね。っていうので、ホームステイの話はまた別の動画で今後話そうと思うんですけど、そういう感じで語学学校にも行ってない、でさらにそのホームステイっていうこの隔離された環境というか、他のスチューデントとこう出会う機会がないままイギリス初期を過ごしてしまって、そこで友達どころかまず人と全然出会わないみたいな、そんな感じの生活を送っていたので友達がいませんでしたね。で要因3つ目が、バイトなんですけど、まず私がイギリス来たのがね10月頃とか、閑散期に来たんですね、イギリスに。で全然バイトの募集がない時期に来てしまったので、なかなかバイトが見つからないっていう感じで、だからもう前にね別の動画で話してはいるんですけど、そのイギリス来て最初のもう2ヶ月間とかっていうのはもうずっと語学学校にも行ってない、仕事も見つかってないっていうので、外のコミュニティにこう所属してないっていう。でさらに家の中でも別のルームメイトと一緒に暮らしていくとかいうわけでもないので、新しく友達ができるっていうこともなくっていう感じで、家でも外でもこう一人で孤立してるみたいな感じでしたね。で今、バイトしてるって言ったんですけど、バイトがちょっと前に見つかったんですね。バイト見つかったからやっと友達できると思ったわけですよ。そしたらなんとそこのバイト人員削減をすごく頑張っているんですね。でもう人数を減らしたいっていうことで、基本的に私が入ってる時のシフトっていうのは私とマネージャーの組み合わせなんですね。その2人だけなんですよ。私ホーグでバイトしてるんですけど、レストランの。要するにその同じアルバイトっていう立場の年齢の近い同僚と働くっていうことがほぼないんですね。入ってすぐの研修期間の時は私は全然即戦力にならないので、他の同僚たちと一緒に働いて仕事を覚えるっていうことをしてたので、今日イベントに誘ってくれたイギリス人の男の子はその頃にこうシフトが被ってたりとかしてちょこっとだけ喋ってた男の子なんですけど、今はその子ともシフトは被ることはなくっていう感じで、ほんとね同い年ぐらいのバイトの子3人ぐらい他にいるんですけど、ホールでバイトしてる子本当にシフトが被んないんですよね。だから話す機会っていうのも全然なくっていうので、バイト始まったら友達できるかなと思ってたけど、始まっても友達ができないっていうことに気づいたんですね。で本当に大学にも行ってるとかいうわけでもないので、本当に出会いがなくって、そのままここまで5ヶ月間過ごしてきてしまったっていう感じなんですね。Shion, how do you feel about uni? It's good. Yeah? Yeah. Controversial topic. I mean, Why is it controversial? people don't really like her. Being at uni? Like, you know, manager. Uni. Not uni. Yeah. I thought university. Oh, no. She only gives me like 3 hours every like 2 weeks. Yeah, I noticed. Where? I've been here longer than she's been alive. Really? No. I've been there for like almost a year. I don't get why you just get 3 hours in a week. 私はだいたい週2日1日5時間とかで、だいたい週に10時間ぐらいはシフトもらえてたんですけど、彼は本当だいたい週1日で、しかも3時間だけみたいな感じでしかシフトもらえてなくて、なんなら週によっては1日ももらえてない週とかもあって、彼毎日働けるっていう風にだいたいシフト出してるんですけど、っていうので不公平だよねっていう話をしてました。
まあ同僚とはこういう話もしつつ、ここで新しく知り合った人たちとはどれぐらいイギリスいるの、どういう経緯でイギリス来たのとか、今何してるの、バイトはどうみたいな、そういう世間話的な話をいろいろして、なんかお互いの情報交換みたいなこともちょっとできたりして、すごいいい時間を過ごせたなと思います。でその翌週かなんかにも節分イベントをやってたので、それにも参加してきました。初めて作った恵方巻きは大失敗だったんですけど、いい経験ができました。